こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして男女雇用機会均等法を取り上げてみたいと思います。この法律、あまり馴染みがないかもしれませんが、セクハラですとかマタハラに関する法律というとご存知の方多いかと思います。もうすでにセクハラ、マタハラに関しては法的義務が措置化されているという状況ではありますけれど、昨今ですね、この法律改正適用拡大という議論が出てきておりますので、その内容について解説をしていきたいと思います。新たなセクハラが出てきて、この男女雇用機会均等法を改正する必要が出てきたということになります。今回の概要ですけれど、まずはセクシャルハラスメントも含めてのハラスメント関係に関する現状の相談件数の推移について見ていきたいと思います。そして今回取り上げます男女雇用機会均等法セクハラに関する部分の概要と企業に課せられた10個の措置義務について、また最近新たなセクハラ問題が出てきたということで、それに対応するための法改正の議論が進んでいますので、どういった問題が出てきてどのような法改正が予想されるかといった内容、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはハラスメントに関する相談件数を見ていきたいと思います。2016年から2022年までのハラスメントに関する相談件数の推移ではあります。法改正や集計の問題があって多少イレギュラーな部分はありますけれど、総じて見てみますと、ハラスメントに関する相談件数というのは、法改正、法の制定によって企業に様々な義務化を課されているという状況でもありながら、件数としては年々増えているという状況になっています。例えばですね、セクシャルハラスメントに関しては、この後詳しく説明しますが、1997年に努力義務化されて、2006年に義務化をされたという形で推移しておりますけれど、この赤枠の中ですね、2016年に7500件余りだったのが、2022年には6800件ということで、その推移を見てみると、おおむね7000件いかないぐらいな推移で、発生をしているといった状況。その他ですね、介護に関するハラスメント、育児に関するハラスメント、パワハラに関してもですけれど、どれをとってみても大きく減少をしているというものが見られないといった状況で、2016年8万3000件の相談件数に対して、2022年では13万件になっているという状況で、なかなか実効性が上がってこないといった状況になっているかと思います。そんな中で、男女雇用機会均等法というのはですね、作られまして、この男女雇用機会均等法というのは男女間の格差をなくし、個々人が十分に能力を発揮できる雇用環境を整備するための法律ということで作られたものではあります。そして1997年に事業主に対しては配慮義務といったものが課せられるようになり、その後法改正がありまして、2006年には措置義務ですね、企業に対して防止の措置を義務化したといった状況。この措置義務の措置に関しては指針の中で10項目取り上げられております。後ほどざっと概要は見てみますけれど、この義務を果たしていかなければいけないという形になります。また、セクシャルハラスメント、ハラスメントに関しても定義が曖昧、内容が曖昧といったところもありましたので、ハラスメントに関する2要件というのが設けられております。セクシャルハラスメントに関する2要件というのは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動、
これに対する労働者の対応によって労働条件について不利益を受けたり、そして性的な言動によって就業環境が害されることがセクハラというふうに定義をされています。ここでのポイントについては、まずは職場においてといったところが今後のポイントになってくる。また、性的な言動とありますけれど、言動のみならず当然行動も含まれるという形になります。こちらがですね、男女雇用機会均等法におけるセクハラに関する内容ではあります。また、この法律の中にはマタニティハラスメント、マタハラに関するものも規定をされておりまして、こちらは2016年に措置義務化がされているという状況になっています。ではですね、この男女雇用機会均等法、セクハラに関する部分、2006年に措置義務というのが課されていますけれど、この10項目というのはどういったものなのかについて見ていきたいと思います。セクシャルハラスメントにおける10個の義務ということで、指針から持ってきたものではあります。大きくは4つに分かれます。まずは、事業主の方針の明確化及びその周知啓発というところ。そして2つ目は、相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備。ここをですね、防止をするために非常に重要なところになってくると。そして3つ目として、職場におけるセクシャルハラスメントに関わる事後の迅速かつ適切な対応。また4番目としては、これまでの措置に関して合わせて講じてほしい措置というのが記載をされているということで、まずはですね、1番目、事業主の方針の明確化及びその周知啓発というのをやる。そして、相談窓口についてもですね、もちろん設置をしていただくという形で、これら10個の措置を果たしていかなければいけないという形になっています。このような形で措置義務化されて多くの企業では対応しているはずではありますけれど、近年ですね、新たな問題というのが浮上してきました。法律的な問題もあるんですけれど、就活セクハラ問題ということで、就職活動中やインターンシップ中の学生に対するセクシャルハラスメントというのが今非常に問題になっている。この問題に対して厚生労働省も放置をしているわけではないんですが、この男女雇用機会均等法、雇用関係が前提になってくるので、就職活動中、インターンシップといったところの雇用の範囲外の部分に関しては、どうしてもこの法律では規制しきれないといった部分があるので、そこに関しては今現状、指針において対策喚起を行っているという状況ですけれど、依然ですね、減らない、増えていくといった状況で、アンケート調査を取ったところ、志望企業の社員からセクハラを受けたと経験がある方の回答が約3割という状況になっておりまして、被害が後を絶たないということで、強化をしなければいけないということで、法改正に動いているといった状況です。どのような形で法改正されるかと言いますと、就活生を従業員に準ずる立場として位置づけて、OB もしくは OG 訪問時の場所や時間などについてルール化をしていく。そして、相談窓口の整備。そして、この内容について、就活生への周知というのも義務付けされていくということで、今は議論がされているという状況になっています。今後ですね、雇用関係がなくても、セクシャルハラスメントに関しては、法違反という形になってくる可能性がありますので、十分注意をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、今現状、2025年卒業の方からですね、インターンシップの内容が変わっております。採用直結型のインターンシップというのが解禁をされて、今どこの企業も中小も含めてインターンシップへの参加というのが増えているといった状況です。インターンシップの解禁の内容については別の動画でご紹介をしておりますけれど、やはり学生採用活動というのをですね、安心安全に行えるように法改正がある前から対応していってほしいと思います。そして、
その他の法改正としては、女性活躍推進法も今、同時に改正の議論がされております。今、現状は301人以上の企業に対して、賃金格差等の情報を出すと。そして101人以上300人以下の会社に関しては、任意の1項目以上公表という形になっておりますけれど、今こちらはですね、101人以上の会社に対しても男女の賃金差の状況、そして女性の管理職割合についての状況も公表義務化をしていこうという議論がされております。こうなりますと対象になる企業は約6万3000社という形になっておりますので、まずは自社の女性管理職割合ですとか男女の賃金差について確認をしてほしいと思います。ハラスメントの多くはですね、行為者の意識の問題であることが多いです。会社においても定期的、継続的な啓蒙、研修を続けていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。